ニアが我が家に来てから71週間が経ちました。今週はニアのねじ抜き手術の抜歯を行いました。手術後から今日に至るまで様々な戦いがありました。最初はニアの包帯を変えることなく抜歯の日を迎えることができるのではないかと思うほど順調でした。しかし徐々に包帯を噛むことが増え、ニアの元気もなくなっていったので、途中で巻いてもらった包帯を外して傷口の消毒をした上で新しいガーゼとテーピングを巻き直して噛まないようにしました。でもやはり気になるようで、翌日にはすぐにボロボロにしてしまう状態でした。テーピングだと蒸れてしまうのかと思い、絆創膏や人間用の包帯を試しましたが、あまり効果はありませんでした。ただ一番効果があったのは一緒にいてあげることでした。一緒に遊んだりニアのために料理をしてあげると、そちらに興味が移るのでちょうど良かったのかもしれません。そして直近で料理動画が増えていたのはそんな事情もありましたので、変な事情に付き合わせてしまった皆様に深く深くお詫び申し上げます。さて、抜歯前に軽く川のほとりを散歩して動物病院とは違うルートをたどり、動物病院近くの駐車場に到着したところでニアがそわそわし始めました。何か見覚えのある風景なのか、はたまた動物病院の匂いがわかるのか、ニアはより多くの情報を集めるかのように手術をした左前足を持ち上げながら不安に満ちた目を開いて辺りの様子を観察していました。そしてこの前足を置かせる行動について個人的にちょっと困ることがあります。それは診察時に左前足を持ち上げて痛がる動作をしましたかと聞かれるたびに、この動作は痛がりや気にするに該当するのか分からず、いつもいいえと答えていますが、大丈夫なのかということです。とりあえず大ごとにはなっていないので問題なしと思い込んでやり過ごしています。病院に到着するといつも以上に混雑していたので、ニアが吠えてしまうかと不安になりましたが、ニアは借りられてきた猫のようにおとなしくしてくれました。静かにしていたのは右隣と目の前に大型犬が静かにお座りをしていたので、無言の圧力がかかっていたからかもしれません。診察室に呼ばれ問診と触診をして糸の状態を確認したところで、獣医師先生より手術をした4箇所のうち3箇所の糸がなくなっているのは把握していましたかと聞かれ、全く認識がなかったので本当に驚きました。驚いてニアを見たら飼い主以上にニアが驚いていたので、なんでだよと思わずツッコミを入れてしまいました。どうやら気にして傷口を舐めた時に引き抜いてしまっていたようです。ニアの抜歯はまさかの1箇所のみの施術となったので秒速で完了してしまいました。ただ痒くてかいた形跡があり、糸が入っていた部分が赤くなっているので、引き続き舐めすぎないように注意してくださいとのことでした。もし赤みが悪化するようであれば次回の診察を待たずに必ず来院するようにしてくださいとも言われました。そのため舐めすぎないようにするために絆創膏は有効かを聞いたところ、絆創膏は噛んで剥がしてしまった際に誤って飲み込んでしまう危険性があるので、できれば使わないようにしてほしいとのことでした。仕方がないので赤みが引くまではニアと一緒にいる時間を増やしてのんびり治療を続けていきます。引き続きこんな感じで動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをクリックしていただき、
アドバイスコメントをよろしくお願いいたします。